アラジンと魔法のランプ。昔、ペルシャの国にアラジンという若者がいました。ある日、アラジンが通りで遊んでいると、見知らぬ男がアラジンの年を尋ね、仕立て屋のムスタファの息子かと聞きました。ええ、そうです。アラジンは答えました。父はずいぶん前に亡くなりましたが、これを聞くなり、見知らぬ男はアラジンの首に抱きつき、キスをして言いました。私はお前のおじさんだよ。お前は兄さんにそっくりだね。さあ、お母さんのところへ行って、私が訪ねると伝えておいで。アラジンは走って家に戻り、お母さんにおじさんに会ったと言いました。確かにお父さんには弟がいましたとも。でも、とうに亡くなったはずだがね。そうは思うものの、お母さんは夕ご飯を用意し、アラジンにおじさんを呼んでくるようにと言いました。やがてぶどう酒と果物をどっさり抱えた男がやってきて、アラジンのお母さんに、自分は40年も外国にいたためにこれまで会えなかったのだと話しました。次の日、男はアラジンを誘って町の城門を出ると、ずいぶん遠くまで歩かせ、二つの山に挟まれた狭い谷に連れて行きました。よし、ここだ、男は言いました。素晴らしいものを見せてやるぞ。焚き木を集めてこい。火を起こすからな。炎が上がると、男は懐から粉を取り出し振りかけ、奇妙な言葉を唱えました。すると大地が震え出し、目の前の地面がぱっくり裂け、中から青銅の取っ手のついた四角い石の板が現れたのです。恐ろしくなったアラジンが逃げ出そうとすると、男はアラジンをつかみ、拳で殴り倒しました。おじさん、一体僕が何をしたというのです。アラジンは哀れな声で尋ねました。男はいくらか声を和らげて言いました。怖がらずに言う通りにしろ。この石の下には宝が隠されている。お前の宝だ。何しろ、お前のほかは誰も触ることができないのだからな。欲しければわしの言うことをよく聞いて、その通り間違いなくするがいい。宝と聞けばアラジンの恐れも失せ、言われるままに青銅の取っ手をつかみました。不思議なことに石の板が軽々と持ち上がり、地下の洞穴へと降りる階段が現れました。さあ降りろ。階段を降りきると扉が開いており、そこから3つの広間に出る。着物の裾を託し上げ、何一つ触らぬようにしてその広間を通り過ぎろ。もしも触れたら直ちに死ぬぞ。広間の向こうには庭があり、美しい果物の木が何本も生えている。そこを抜けるとテラスがあり、壁のくぼみに明かりの灯ったランプが置いてあるはずだ。油をこぼし空になったランプを持ってこい。男は自分の指からお守りの指輪を抜いてアラジンに渡し、うまくやれよと言いました。アラジンの進む先には、男の言った通りのものが次々に現れたので、果物をいくつかもぎ取り、ランプを手に入れたアラジンは、ほどなく洞穴の階段の下まで戻ってきました。地上では待ちくたびれた男が怒鳴っています。早くしろ。先にそのランプをよこすのだ。けれどもアラジンは、洞穴から出るまでは渡せないと断りました。これを聞いた男は真っ赤になって怒り出し、またしても炎に粉を投げ入れ、呪文を唱えました。すると石の板がピ
たりと閉じてしまったではありませんか。実は男はアラジンのおじさんなどではなく、ずる賢い魔法使いでした。魔術の書を読み解くうちに、この世のすべてを思いのままにできる魔法のランプのことを知ったのです。ランプのありかを突き止めたのはこの魔法使いだけでしたが、地下から取ってこられるのはアラジンだけでした。ところが肝心なところでアラジンからランプを取り上げられなかったので、癇癪を起こしてふるさとのアフリカへ帰ってしまったというわけです。暗闇に取り残されたアラジンは悲しみ嘆きました。あとは神に祈るほかはないと両手を合わせました。そのうちに魔法使いが取り返すのを忘れた指輪をこすることになったのです。たちまち土の中から魔人が現れて言いました。ご用は何でございましょうか。私は指輪のしもべ、あなた様の命令に従います。アラジンは恐れることもなく言いました。ここから出してくれ。すると大地が割れ、気がつけば地上に立っていました。家に帰ったアラジンはそれまでのことをお母さんに話し、ランプと果物を見せました。実はその美しい果物は宝石でできていたのです。話を終えるとアラジンはお腹が空いたと言いました。おやまあ困った。食べ物がないんだよ。綿を少し紡いだからそれを売ってこようか。アラジンは綿の代わりにランプを売ろうと言いました。ランプがとても汚れていたので、お母さんは磨き始めました。きれいにすれば少しは高い値で売れると考えたのです。すると途端に魔人が現れ、お望みのものは何でしょうかと尋ねました。お母さんは気を失ってしまいましたが、代わりにアラジンがランプをつかみ、堂々と命令をしました。食べ物を持ってこい。魔人は金の鉢を一つ、贅沢な肉料理が乗った金の皿を12枚、金の杯を2つ、それにぶどう酒を一瓶持って戻ってきました。やがて息を吹き返したお母さんが、このごちそうは一体どこから来たのだいと尋ねるとアラジンは言いました。そんなことは後回し。早く食べようよ。二人は朝のご飯を食べ始め、昼になっても食べ続け、すっかり満腹になった後でようやくアラジンはランプのことを話しました。食べ物が底をつくと金の皿を売りました。一枚ずつ売っていき、やがてすべてを売り尽くすと、また魔人を呼び出して、さらに山盛りのごちそうを運ばせるという具合に、それから何年かをお腹を空かせることなく暮らしたのです。さて、ある日のこと、家にこもり、鎧戸を下ろすようにとお触れが出されました。皇帝のお姫様が宮殿と浴場とを行き来する姿を誰の目にも触れさせぬようにというわけです。アラジンはお姫様の顔を一目見たくていても立ってもいられません。いつもベールをかぶっているお姫様の顔を見るのは大層難しいことです。前もって浴場の扉の陰に隠れ、隙間から覗き見をすることにしました。入ってきたお姫様がベールを上げると、そのあまりの美しさにアラジンはたちまち心を奪われてしまいました。家に帰るなりお母さんに、お姫様なしでは生きられない。どうか父君の皇帝に結婚を申し込んでくれと頼んだほどです。これを聞いたお母さんは笑い出しましたが、しまいには根負けし、皇帝に
お願いをしに出かけることを承知しました。お母さんはアラジンが不思議な庭から取ってきた果物を布に包みました。まばゆいばかりに美しく輝いていたからです。宮殿の大広間に着くと、ちょうど総理大臣と貴族の議員たちがどやどやと入ってきたので、お母さんは玉座の足元にひざまずき、じっと黙っていました。そのうちに皇帝が、女よ、顔を上げなさい。どのような願い事があって参ったのだ。と尋ねてくれました。それでも口にするのはためらわれる願いです。すると皇帝は、言ってみるがよい。何を言おうと罰しはしない。と促しました。そう言われて初めてお母さんは、息子がお姫様に激しく恋心を抱いていることを語ったのです。もちろん私は大それた思いは捨てるようにと息子をいさめました。けれども聞きません。もし私がこうしてお願いに上がらなければ、何かとんでもないことをしでかすと脅かすのでございます。ああ、どうか私と息子のアラジンのご無礼をお許しくださいませ。皇帝が少しも気分を悪くせずに布の中身を尋ねたので、お母さんは果物を取り出し差し出しました。すると皇帝は雷に打たれたように驚き、傍らの総理大臣にささやきました。そちはどう思う？かように高価な宝石を送ってよこすものなら、姫を与えてもよいではないか。けれどもこの総理大臣は自分の息子こそお姫様をいただきたいと考えていたので、息子がさらに高価な贈り物をするはずだから、どうかあと三月待っていただきたいとお願いしました。皇帝はうなずき、アラジンのお母さんの方には、結婚は認めるが、あと三月の間は宮殿に来てはならぬと言いました。アラジンが辛抱強く、あと少しで三月が経つという頃、油を買いに町へ出かけたお母さんは、誰も彼もが浮かれ騒いでいる様子を見て、何のお祝いですかと尋ねました。おや、知らないのかいというのがその答えでした。明日は総理大臣の息子様と皇帝のお姫様との婚礼さ。お母さんは息を切らして走って戻り、アラジンに知らせました。アラジンはお母さんに皇帝に約束を思い出してくださるようにお願いしてきてくれと頼みました。皇帝は言いました。女よ、姫が欲しければ宝石を山と持った金の盆を40揃え、美しく着飾った40人の黒い奴隷と40人の白い奴隷に運ばせてまいれ。息子に良い返事を待つと伝えよ。お母さんは深々とお辞儀をして家に帰りました。とてもかなわないと思ったのです。アラジンに皇帝の言葉を伝え言い添えました。いつまで待っていただいても良いお返事など来やしないね。けれどもアラジンは言いました。いいよ、少しもお待たせしない。お姫様のためならもっと大変なことだってやってのけるさ。アラジンがランプの魔人を呼び出すと、瞬く間に80人の奴隷が集まってきて、狭い家と庭いっぱいにあふれかえりました。アラジンは80人の奴隷たちを宮殿に向かわせ、行列の一番おしまいに付き添ったお母さんが奴隷と宝石と皇帝に捧げました。今度は皇帝も迷いませんでした。女よ、家に戻って息子に話すがよい。もろ手を挙げて婿として迎えるとな。お母さんは飛ぶように家に帰り、
さあ急いで宮殿に上がりなさいとアラジンをせき立てました。けれどもアラジンはまず魔人を呼び出しこう言いました。香りの良い風呂に入りたい。その後で豪華に刺繍を施した服を一揃い、皇帝の馬より優れた馬を一頭、友のものを14人、それからお母さんのお供に美しい衣装をまとった召使いを6人、最後に14枚の盆にそれぞれ金貨を1万枚ずつ用意してほしい。言うが早いかすべて叶えられました。アラジンは立派な馬にまたがって通りを宮殿へと向かい、みちみちお供の者たちが金貨をばらまきました。アラジンが着くと皇帝は玉座から降りてきてアラジンを抱きしめ大広間へと誘いました。ごちそうの用意がすっかり整えられています。皇帝はその日すぐにもお姫様との婚礼の式を行うつもりでした。ところがアラジンはこの申し出を断りました。その前にお姫様にふさわしい宮殿を建てなければなりません。そう言って宮殿を去ったのです。家に戻るとアラジンは魔人に言いつけました。最高の大理石と色とりどりの奇跡をふんだんに使って宮殿を建ててほしい。宮殿の中央には四方におのおの6つの窓が並ぶ大広間があるように、馬屋や馬、馬蹄や召使いも忘れるな。さあ大急ぎで取り掛かってくれ。次の日宮殿は出来上がりました。魔人はアラジンにすべてが言いつけ通りであることを見せました。なんとこの宮殿と皇帝の宮殿の間には長いビロードの絨毯まで敷かれていました。アラジンのお母さんは念入りに身支度を済ませ、お供を従えて皇帝の宮殿に向かいました。皇帝の音楽隊がトランペットを吹き、シンバルを打ち鳴らして一行を歓迎し、高らかに鳴り響く音楽と人々の喜びの声とで都は沸き立ちました。その夜、父君に別れを告げたお姫様はアラジンのお母さんに付き添われ、100人の召使いを従えて絨毯の道をアラジンの宮殿へと入りました。婚礼の式を済ますとアラジンはお姫様の手を取って大広間へ案内し、並んでごちそうを食べ、夜の更けるまで踊りました。この後何年かは何事もなく満ち足りた月日が流れましたが、遠いアフリカにいるあの魔法使いはアラジンのことを忘れてはいませんでした。魔術を使って調べてみれば、ホラー穴で朽ち果てたとばかり思ったアラジンがまんまと逃げ出してお姫様と結婚し、富も名誉も手に入れてるではありませんか。貧しい仕立て屋の息子がこのような幸運をつかんだのは、あのランプの使い方を知ったからに違いありません。そこで魔法使いは夜も昼も旅を続け、ペルシャの都にやってきました。通りを歩けば至るところで人々が目もくらぬばかりの宮殿の噂をしています。私はこの地の事情に疎い旅の者ですが、その宮殿とはどのようなものですか？おや、アラジン王子の宮殿を知らないのかい？この世の奇跡さ、案内してやろう。一目見て魔法使いにはそれがランプの魔人の力によるものと分かりました。そこで魔法使いは新品の銅のランプを12個仕入れ、かごに詰めて宮殿の前に立つと大声でこう叫びました。古いランプをお持ちのお方、新品のと取り替えてやるよ。これを聞いた町の人々は大笑いし、はやし立てました。
24の窓に囲まれた大広間に座っていたお姫様は、何の騒ぎか見てくるようにと召使いを遣わしました。するとこの召使いも笑いながら戻ってきたので、お姫様はたしなめました。でもお姫様、バカな物売りが古いランプを新しいランプと交換してやるというのです。思わず笑ってしまうではございませんか。もう一人の召使いが言いました。こちらのお城にもその物売りが喜びそうな古ぼけたランプが壁の張り出しの隅に置いてございますわ。さて、それこそは狩りに出かけたアラジンが置いていった魔法のランプでした。そんなこととは知らぬお姫様は笑いながら、ではそのランプを持って行ってごらんと言いつけました。召使いはランプを持って行き、魔法使いに声をかけました。これの代わりに新しいものをくれ。魔法使いは周りのもののにぎやかなあざけりにはお構いなしに古いランプに飛びつき、どれでも好きな新しいランプを持っていくがいいと答えました。こうしてランプを手に入れた魔法使いは、町の城門から出て人気のない場所に隠れ、夜が来るのを待ちました。それから懐からランプを取り出し、こすったのです。たちまち魔人が現れ、魔法使いの命じるままに、魔法使いと宮殿とお姫様とをアフリカへ運んで行ってしまいました。明くる朝、いつものように窓からアラジンの宮殿を眺めようとした皇帝は、思わず目をこすりました。宮殿が跡形もなく消えているではありませんか。皇帝は30人の騎馬兵士にアラジンを引っ捕らえよと命じました。狩りから戻ってくるアラジンを見つけた兵士たちは、アラジンを馬から下ろして縛り上げ、引きずるように連れて行きました。皇帝の前に出されたアラジンは、自分がどのような罪を犯したのかといぶかしがるばかりです。恥知らずめ、ここへ来てその目で見るがよい。皇帝は消えた宮殿の跡を指さしました。あまりの驚きにアラジンは声も出ません。宮殿と姫はどこだ。何、宮殿などどうでもよい。しかし姫だけは何としても連れ戻せ。さもなくばお前の首をはねてやる。アラジンはどうか40日待ってほしいと頼みました。もしその間にお姫様を探し出すことができなければ、皇帝の気の済むように殺されましょうと誓ったのです。願いは聞き入れられ、アラジンは皇帝の前から下がりましたが、心は悲しみでいっぱいでした。3日の間、正気をなくしたように歩き回り、会う人ごとに宮殿がどうなったか知らないかと尋ねましたが、憐れみを買うか、嘲笑われるかのどっちかでした。やがて川のほとりに来たアラジンががくりと膝をつき、もはや身を投げるばかりと神に祈りを捧げました。するとその拍子にまたもや魔法の指輪をこすることになったのです。地下の洞窟で見た指輪の魔人が現れ、ご用は何でしょうかと尋ねました。魔人を助けてくれ。宮殿を取り返しておくれ。けれども魔人は言いました。それはできません。私はたかだか指輪のしもべです。そのようなことはランプの魔人にお申し付けください。では私を宮殿まで運ぶことならできるだろう。愛しい妻の窓辺へ連れて行っておくれ。言い終わるか終わらぬかのうちにアラジンはアフリカのお姫様の窓の下に言いました。そこで疲れのあまり崩れるように眠り込んでしまったのです。夜が明けて窓の外を眺めたお姫様はアラジンに気づきました。
お姫様がアラジンを呼び、二人は再会できた喜びに抱き合いました。アラジンはお姫様にキスをして言いました。何よりも先にあなたと私のためにはっきりさせなければならないことがあります。狩りに出かけた時に私が24の窓のある大広間の壁の張り出しの上に置いてきたあの古いランプに何事か起こりましたか？まあ知らぬこととは言いながら、私が悲しみのもとを作ってしまったのですね。お姫様はランプを交換したことを話しました。それで分かった。アラジンは叫びました。あの魔法使いの仕業だ。ランプは今どこですか？魔法使いが肌身を離さず持ち歩いています。懐から出して見せてくれたから間違いありませんとも。魔法使いは私にあなたを裏切り、自分の妻になるようにと言い寄ってくるのです。アラジンは皇帝に首をはねられてしまったから諦めろと。アラジンはお姫様を慰め、近くの町に出かけると粉薬を買い込みました。それから戻ってきて、お姫様の手引きで裏口から宮殿に入りました。美しい衣装を着てください。アラジンはお姫様に言いました。そしてにこやかに魔法使いをもてなすのです。私のことは忘れたかのように、一緒に夕飯を食べようと誘い、この国のぶどう酒を飲みたいと頼んでください。魔法使いはぶどう酒を取りに行くでしょう。その間にするべきことはこれからお話しいたします。お姫様はじっと耳を傾けてアラジンの話を聞き、アラジンがその場を去ると、ペルシャを出てから初めてあでやかに身を飾りました。それから魔法使いを迎え入れ言いました。アラジンのことは諦めました。いくら涙をこぼしても死んだアラジンは戻ってきません。ならばもう嘆きますまい。あなたと楽しく食事をしようと思います。でもペルシャのブドウ酒には飽きました。ぜひともあなたのお国、アフリカのブドウ酒を味わってみたいものです。喜んだ魔法使いが飛ぶように酒蔵に向かうと、お姫様はアラジンから渡された粉薬を自分の杯に振り入れました。そして戻ってきた魔法使いに、私のためにアフリカのブドウ酒で乾杯をしてほしいと頼み、さらに仲直りの印だからと二人の杯を取り替えました。お姫様が杯に唇を入れた途端、魔法使いは一息に杯を開け、仰向けに倒れて深い眠りに落ちました。お姫様が戸を開けてアラジンを招き入れると、アラジンは魔法使いの懐からランプを取り出して魔人を呼びました。魔法使いを外へ放り出し、宮殿をペルシャに戻すようにと命じたのです。すぐさますべてがその通りになされました。お姫様は宮殿が地面を離れる時と降りた時の2回、ほんの少しぐらりと感じただけで、瞬く間にふるさとに帰っていきました。お姫様の身を案じて部屋にこもっていた皇帝は、ふと顔を上げ、目をこすりました。宮殿が元に戻っているではありませんか。大慌てで駆けつけた皇帝をアラジンは24の窓のある大広間でお姫様と並んで迎えました。それから後、アラジンとお姫様は幸せに暮らしました。やがて皇帝が亡くなると、その後を継いで国を治め、さらに2人の子や孫が何代も末永く皇帝として後を継いだということです。おしまい。